うーん。なんであるか。白百合でよい。されど小僧殿は礼儀を知らんのう。人に物を尋ねる前にまずは己の名ぐらい名乗られ。のう新田健介殿。織田上総介殿の夫であり、また名うてのたらし殿と聞き及んでおったが、会うてみればまだまだ可愛い坊やではないかのう。今度はそなたが私を値踏みしておるのか。していかな印象を私に受ける。坊や、いかがした。では問いを変えてやろう。先ほどは何を尋ねるつもりであったか。つまらぬことを聞くのう。天下を取る以外に何の目的があろうか。また見ておるの。私の本心を探っておるのか。いた？今でも天下は狙っておるが。当然であろう。ただのまもので一生を終えるなど戦国武士の名折れ。この世に生まれた甲斐なしというもの。ほう。世間ではさように言われておるのう。そうとも高い禄だけをはみ役に立たぬ無能な輩はこの私が除いてまいった。すべては主家の行く末を案じてのことだ。家自体が役に立たんようになったのでな。それは織田殿次第かの。私を重く用いてくださるのならそのご恩には報いよう。さように申したかのう。
さあどうするかの。後のことは誰かに託して、私は優雅に歌を詠んで茶でもすすっていようかの。いや、この世を我が物とし、剣勢を振るって思うがままにするのも楽しかろうがな。うん？困っておるな、坊や。まあその時の気分次第ということにしておこうか。天下に野心も抱けば茶に没頭する時もある。何もかも面倒になり、流れに身を委ねてみたくなりもする。そうであるな。それもそういうことにしておこうか。くだらぬ。要はいかに己が立身出世を果たすかだ。手柄に見合う恩賞さえ下されば、主などは誰でもよい。さようだが。まあ三好よりはましに見えたのでな。あの愚かな三人衆ともども、三好家はすでに死に体だ。滅びゆくのは目に見えておる。私の持っておいた毒が今になって効いてきたのかもしれんがの。クオンクオンと嫌にこだわるの。坊やはよほど織田殿に心酔していると見た。それとも単に自分の女房殿を褒めてほしいのか。まあ織田殿の器量は認めておる。でだ、坊や、耳を貸せ。ここだけの話だが、こうも考えられんか。織田の方が組みしやすし、天下は織田殿から盗むがよいと考えたと思う。好きに考えられよ。まあ私の動きからせいぜい目は離さぬようにの。楽しい時であった。また会おうぞ、坊や。